今日も私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。今日は私が最近読んだ本について話したいと思います。皆さんにいきなり質問があるんですけど、80歳くらいまで生きるとして人生何週間あるか知ってますか？ちょっと考えてみてください。80歳まで生きるとしたら何週間ぐらいあると思いますか？私はこの本を読むまでは多分2万週間ぐらいあるんじゃないかなと思ってました。でもたったの4000週間しかないらしいです。はい。知ってましたか？結構短いですよね。で、この本のタイトルは、なんだっけ？限りある時間の使い方ですね。限りある時間の使い方っていう本なんですけど、英語の翻訳は4000 weeks ですね。はい。で、この本を読んで、すごく心に響いたことがいくつかあるので、それについて今日は話したいと思います。皆さんはどんな風に自分の時間を使っていますか？なんか、この質問ちょっと変なんですけど、自分の自由時間をどんな風に使ってますか？今の自分の時間の使い方に満足していますか？私は自分の時間の使い方があまり良くなかったことに気づいて、最近 SNS 断捨離をしています。SNS 断捨離っていうのは、SNS はインスタグラムとか Facebook とかソーシャルメディアのことですね。で、断捨離っていうのは、それをしないということですね。もともとは断捨離っていうのは、いらないものを捨てるって意味なんですけど、SNS 断捨離っていうのは、ちょっと SNS から距離を置いて、SNS を使わないようにすることですね。はい。で、それをし始めてから、もっと自分が好きなことに時間を使えるようになりました。それまでは、知らないうちに SNS を見たり、全然自分が興味がないことを携帯で見たりしてたんですけど、無意識にあまり興味がないことを見てたなって気づいたので、それをやめました。で、そこから自分が好きなこととか、もっとやりたいことに時間を使い始めました。で、この本を読むちょっと前からそれを始めてたんですけど、この本を読んで、もっと自分の時間ってすごく貴重で、本当に大切に使おうって思いました。はい。なので今日は皆さんとこれをシェアして、みんなが自分の時間の使い方を見直すきっかけになったらいいなと思います。見直すきっかけっていうか、もっと自分の好きなことに時間を使う人が増えたらいいなと思います。で、最初に言っておきたいのは、この本は生産性について書かれた本じゃないです。生産性っていうのは自分がどれだけ効率的に何かをしてるかということなんですけど、生産性とか効率的な時間の使い方について書かれた本ではないです。この本は自分の人生には限りがあって、自分が人生でできることにも限りがあるということを改めて気づかせてくれる本です。あとは自分が普段どんな風に時間を使っているかということを改めて考えさせられる本です。皆さんも感じてるかどうかわかんないんですけど、現代社会ってどれだけ時間があっても足りないように感じますよね。テクノロジーも進歩してすごく便利になったのに、もっと忙しくなってる気がしませんか？すごく便利になっていろんなことが早くできるようになったのに、時間が足りないと感じるのはなんでだろうって私も思ったんですけど、私たちって何かを常にしてなきゃいけないっていうプレッシャーを感じながら生きてると思うんですよ。みんなじゃないと思うんですけど、ほとんどの人は常に何かをしてなきゃいけないとか、何かをしてないと自分の人生には価値がないとか、あとは将来のためにこれをするとか、意味のないことをするのは時間の無駄だ
とか、結構生産的にならないといけないって教えられたと思うんですよ。子供の頃から。もう子供の頃はそんなことを考えてなかったと思うんですけど、学校でも社会でももっともっともっと何かをしようっていう風に教えられたと思うんですね。教えられたというよりは、この現代社会ではそういうプレッシャーを感じてる人が多いと思います。私もそうでした。何か意味があることじゃないと時間の無駄で、将来のためになることだけをするっていう考え方だったんですけど、最近は将来のことを考えて計画を立てることとか目標に向かって頑張ることはすごく大切なことなんですけど、意味のないことをするのって楽しいですよね。意味のないことをすることっていうのは遊ぶことですよね。子供の頃って意味のないことばっかりしてましたよね。とにかく目の前にあることをすごく楽しんで、時間を忘れて何かに没頭するっていう体験をよくしてたと思うんですけど、それが大人になるとあまりできなくなるのはすごく悲しいなと思います。この本に書いてあったことですごく心に響いた文があるんですけど、読みますね。自分がどこに向かっているのかを考えるあまり、自分がどこにいるのかを忘れてしまう。自分がどこに向かっているか、北に向かっているのか、南に向かっているのか、東に向かっているのか、西に向かっているのか、どこに向かっているのかを考えすぎて、今を生きれてないってこの文は言ってると思うんですけど、本当にそうだなと思います。私たちって何か将来のためにとか、もっとお金を稼ぐためにとか、もっともっとっていう気持ちが大きすぎて、今っていう時間を全然楽しめてないと思うんですよ。私も含めてそうなんですけど、今を生きるってどういうことか。目の前にあることに注意を払うこと。払うっていうのはお金を払うっていう感じと同じなんですけど、注意を払うっていうのは自分の注意を向けるということですね。先のことを考えすぎて、今目の前にあることを見過ごしてしまってることが多いと思うんですね。それってすっごく悲しいことだと思います。今は特にスマートフォンもあるので、小さい画面を見すぎて目の前にいる人とか目の前にある景色が見えていないことが多いと思います。おじいちゃん、おばあちゃんになった時に人生を振り返って、なんか先のことばっかり考えすぎて今を生きてなかったなって思うのはすごく悲しいと思います。後悔すると思います。この人生って長いようで短くて、短いようで長いですよね。短いのか長いのかよくわかんないんですけど、おばあちゃんになって人生を振り返った時に、将来を考えすぎて今を楽しめなかったなと思うのはすごく嫌なので、もっと目の前にあることに注意を払えるようになりたいなと思いました。で、この本の中にすごく面白い話があったので、この話もしたいと思います。皆さんもこの話聞いたことがあるかもしれないんですけど、メキシコの漁師、魚を釣る人が1日に2、3時間しか働かないで、ワインを飲んだり、友達と楽器を演奏したりして過ごしてたんですね。で、それを見てびっくりしたアメリカ人のビジネスマンが、その漁師にアドバイスをしました。もっとたくさん働きなさい。そうすれば、もっと大きな船が買えて、他の人が雇えて、で、お金を稼げて、早く引退することができますよ。引退するっていうのは退職すると同じで仕事を辞めるということですね。で、それを聞いたメキシコ人は、引退して何をするのって聞くんですよ。で、そのアメリカ人はこう答えました。早く引退したら、ワインを飲んだり、友達と楽器を演奏したりできるじゃないですか。つまりこのアメリカ人は、今頑張って、今自分の時間を犠牲にして、引退してから楽しめばいいじゃないですかって言ってるんですね。
で、このメキシコ人は、今を楽しもう。その楽しみを先延ばしにせずに、今そんなに働かないで、今を楽しもうっていう考え方なんですよね。今自分が働けるだけ働いて、残りの時間は自分が好きなことに使えば、今楽しめるじゃんって言ってるんですね。これ面白いなと思いました。私たち現代人は結構このアメリカ人の考え方に似てる人が多いと思います。この二人両方から学んでバランスよく人生を生きれたらいいなと思います。将来のために何かを準備することはすごく大事だけど、それをしすぎて今目の前にあることが楽しめなかったらすごく残念だと思います。だからいつも何かの目標を達成するために頑張るんじゃなくて、ただその今やってることを楽しむということもすごく大事だなと思います。そんな時間をもっと増やしたいと思います。例えば私が最近ハマってるのは絵を描くことなんですけど、絵を描くのはそんなに得意じゃないんですけど、上手に描こうとするんじゃなくて、ただ描くのを楽しむとか、何も考えずに描くのがすごく好きです。あとは外に出て自然を眺めたり、虫を観察するのも好きです。本当に意味のないことなんですけど、目の前に飛んでる蝶々をずっと見たりとか、クモの巣を作ってる雲を眺めたりするのも好きです。あとは読む本も変わりました。前は結構自己啓発書を読んでたんですね。自己啓発書っていうのはもっと自分を良くするためとか自分を高めるために読む本なんですけど、それより最近は小説を読んでいます。前は小説を読もうとも思わなかったんですね。小説読むぐらいならもっといろんな情報を自分に取り入れて、もっと自分の生産性を高めようとか、効率的に何かをできるようになろうって思ってたんですけど、それも大切だけど、意味のないことをすることも同じぐらい大切だなってことに気づいたので、最近は意味のないことをたくさんしています。私たちの世代では、そういう意味のないことをするのは時間の無駄だっていうふうに教えられたと思うんですけど、時間の無駄じゃなくて逆に意味のないことをただ楽しむのはすごくいい時間の使い方だと思います。好きな漫画を読んだり、ビーチでぼーっとしたり、何かのゴールにつながるわけじゃないけど、自分が楽しめることをもっとたくさんしたいなと私は思います。だからこうやって皆さんの貴重な時間を使って私のポッドキャストを聞いてくれていることは本当にありがたいなと思います。で、日本語を勉強している人の中には、もちろん日本に住みたいとか、日本で働きたいから日本語を勉強してるっていう人もいると思うんですけど、ただ趣味で日本語を勉強してるという人も多いと思います。そういう人は何か目標があるわけじゃないけど、すごく楽しいからしてると思うんですけど、それもすごく素敵なことだなと思います。何か目標がなくても、ただ楽しいからとか、ただ日本に興味があるから日本語を勉強してるって、すっごく素敵だと思います。はい。こうやって私のポッドキャストを聞いて日本語を勉強してくれてる皆さんに本当に感謝しています。皆さんはこれを聞いてどう思いますか？賛成する人もいれば反対する人もいると思います。もっと意味のあることだけに時間を使いたいっていう人もいると思うし、私みたいに意味のないことをすることにも意味があるって思ってる人もいると思います。皆さんの感想が聞きたいので、もしよかったらコメントしてください。はい、じゃあ皆さんまた次のエピソードで会いましょう。いつも聞いてくれて本当にありがとう。またね。よかったと思った人は登録するのを忘れないでね。Don't forget to subscribe. And if you like to improve your Japanese fast and effectively, please check out my course. Now you can listen to a few sample audios for free on my website, so you can check it out and see how it works. The link is in the description box. じゃあまたね。